ユーリ、もっと優しく教えてあげて。お願いユーリ、頼りにしているのですね。第18話は学校のシーンから始まります。先生から再来週の中間考査についての説明があって、それは学年のトップはステラがもらえて、逆に赤点を取ったらトニトが下るというもの。さらに先日の小テストの返却が始まると、アーニャは問題ない、アーニャ最近勉強頑張ってるとしたり顔。しかし先生から見せられたテストの結果は13点でした。ノットエレガント、撃沈です。91点のテスト用紙を見せてきたダミアン。君、アーニャのあの顔と同じ顔してるよ。しかしアーニャはダミアンの心を読めば歴史のテストでいい点が取れるということに気づきます。という極悪人の顔に大爆笑です。アニメでは先生からなぜ笑ってると怒られ、それに気づかずまだクックックと笑ってましたね。その後課題を追加され帰るのが遅くなり、バスの窓からお月様を見るととんでもないことを思い出してしまうアーニャ。帰宅したアーニャ、夜さんのお帰りなさい、相変わらずあったかいですね。申し遅れました。私は夜さんの声真似の動画をアップしている隣の隣の隣です。これからもスパイファミリーなどの動画をたくさんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。そして月の満ち欠けによりアーニャは自分の超能力が使えない日があることを知っているので、父に慌てて確認すると、運悪くテストの日は新月で能力が使えないことを知り、ショックを受けるアーニャ。父はやる気満々で勉強を助ける話をしていますが耳に入りません。ここで世界を救ったスーパー超能力者アーニャの弱点が明かされます。その名もエクリプス。つまりカンニングできなくなる最大のピンチの日、アーニャはボンドを揺さぶり、テスト問題予知しろと言います。ボンドが出した脳内の映像はハンバーグまあと3人で食卓を囲んだ後ぐっすり眠りました。起きると真っ青のアーニャ。テストどうしよう。休日なので勉強にみっちり付き合うというロイド。その脳内はいつもの通り分析と計画に隙がありません。アーニャは父の心の声が多すぎて目がビーッと線になっています。そこでヨルさんが、そうだ、この間ユーリにアーニャさんの家庭教師をお願いしてみたら快いお返事いただきましたよ。声かけてみましょうか。そしてユーリがすごく早く登場します。ロイドも早っ。いらっしゃいユーリ。弟のユーリです。アーニャさん。父の子供のアーニャです。はじめまして。するとヨルさんは、こら、あなたも挨拶なさい。ユーリの脳内、アニメではニコニコ動画のように文字がたくさん流れていて、姉さんの愛を独り占めとかうんぬん、怖ー。そして全部聞こえちゃうアーニャはゲップと胸焼けがします。このアーニャもまた可愛いですね。あら、大丈夫ですか？お勉強は少し休憩してからにしましょうか。ロイドとユーリは表向きは明るく会話をしているようですが、実はお互い腹を探り合っています。アーニャは二人の心の声を聞いて、スパイ対秘密警察、ワクワク。じゃあ始めましょうかとヨルさん。アーニャに勉強を教え始めるユーリは内心、毎日姉さんと入れるアーニャをも羨み、難問ふっかけてやるという動機があります。しかしユーリの心を読み全問正解してしまったアーニャ。まあすごいとヨルさん、とっても嬉しそうです。勉強しなくていいのではとユーリから言われ、焦ってアーニャは自分自身の実力で問題を解きます。しかしユーリのスパルタ加減はロイド以上でした。ヨルさんは、ユーリ、もっと優しく教えてあげて。私アーニャさんには退学になってほしくないのです。お願いユーリ、頼りにしているのですね。やっぱりアニメではヨルさんのねが優しい声ですし、赤らんだほっぺにズッキューンですね。ユーリはズッキューンどころではありません。ユーリの周りのねハートがとんでもなくすごくて、今回の盛り上がる場面の一つではないでしょうか。ここで小ネタですが、ユーリが着てる上着には目のマークがあります。目のモチーフは秘密警察のマークにも使われていて、ユーリが秘密警察であることのヒントになっています。アーニャは、頑張ります、母に美味しいもの食べさせたいというような文をちょっと一本調子で言いますね。そしていい子とアーニャを素直に信じたユーリ。なんかずれてるのはヨルさんだけじゃないんですね。爆笑ものです。ヨルさんは、
アーニャさん、今お茶菓子用意しますね。とっても嬉しそう。アーニャの言葉を聞いてからユーリはインペラルスッカランって何っていうところがありますが、ここは爆笑してしまいました。そして姉さん思いの子供と感じたり、姉泥棒の娘と感じたり、すごく葛藤します。悩んだ末、姉さんが喜べばユーリ大好きになると予想し、丁寧に勉強を教えることにします。その2人の姿をニコニコとヨルさんは見ていて、ヨルさんは小さい頃、弟のユーリが勉強を教えてくれた光景を思い出します懐かしい光景ですとヨルさん。ユーリは勉強で培った力についてアーニャに話していて、いいか、知は力だ、勉強という名の筋トレを欠かすな、それをチワワ力と聞き間違いをしたアーニャ。アニメでは可愛いチワワがぐーんとムキムキに成長する姿が描かれていましたね。ユーリは軍隊の教官のようになり、アーニャはそれに対してイエスサーを繰り返しています。キッチンにいたヨルさんは振り返り、あまり変なこと教えないでください。何百メートル走も走った後のように2人は床に倒れ込みます。はあはあと、どうだ、この文法はマスターできたか。そしてアーニャは、文法って何マジで時間の無駄だったとユーリは帰ってしまいます。その時、ヨルさんが持っている手作りのお菓子は原作よりも真っ黒に描かれていて、アニメではよく見ると邪気のような黒い湯気が立っています。もう相変わらず気の短い子ですね。せっかく頑張って手作りお菓子に挑戦したのに。するとユーリが無表情でビューンと戻ってきて、とんでもない勢いでお菓子をガツガツ食べます。想像がつきますでしょうか。この後のユーリはうれれれ。ところでヨルズキッチン、そしてオムライス、今回のお菓子と3回連続でヨルさんのお料理ネタが入っているので、スパイファミリーの中でこのネタは愛されているし、鉄板だというのがわかりますね。全部食べられてしまいました。また新しく焼き直しますねとヨルさん。そしてアーニャは一人で自習してくると言います。承知いたしました。偉いです。そして帰ってきたロイドさん。お帰りなさいロイドさん。この時ボンドが床の上で倒れ込んでいて、これは原作通りなんですが、うっとなんか苦しそうにうなってるんですね。これはさっきのヨルさんのお菓子を食べてしまったからなんです。アーニャさん、お勉強頑張ってましたよとヨルさん。そしてアーニャが一生懸命勉強した外国語の話を聞いたロイドさんは、それはテストの科目に入っていないと心の中でつぶやき、顔がなんかこう微笑んでるような曇ってるような感じで描かれていますそして2週間後、テスト開始。ここで前半の家庭教師のおじが終わりです。テストが終わり、ロイドはトニトがかかった中間テストの結果はおそらく落第だと想像しています。ここから後半の東雲がスタートです。ロイドは採点前の答案用紙を改ざんする計画に移ります。変装して別人になったロイドは学校に入り込むのですが、そこで見たことのない顔の人を見つけます。その正体は東雲、企業お抱えのエリートスパイ。できそうな感じの東雲ですが、簡単に警備員と出くわしそうになります。とっさに棒に捕まる東雲はこんな感じになっています。いや、笑いましたそれを見ていたロイドは、ごまかせた、全然意味わからんけどというようなツッコミを入れています。この東雲、大人気アニメ呪術廻戦では五条悟を演じる声優さんで、もし五条さんがこんなポンコツスパイだったらと考えると余計に笑えてきます。それにその声優中村雄一さんがひげを生やした時のお顔、なんとなくこの東雲に似ていませんか？侵入のためにガラスをお粗末に割る東雲を見て終始ツッコミ役になってしまったロイドさん、なんかここら辺はアニメ銀魂の銀さんみたいなツッコミだなと思いました。保管庫の横にも警備員がいて、焦った東雲は警備員に見つかってしまいます。ID を見せなければ警察を呼ぶと言われて、大ごとになるとロイドも困ってしまうので、予備の ID を急いで探して東雲が落としたものではないかとうまく取り繕います。その時東雲の手のひらに任務内容のメモがあることに気づいたロイド、その数字から同業と見抜いただけでなくて、デズモンド兄弟のものだと気づきます。つまり東雲の雇い主は
その後、東雲は保管庫のパスワードをメモを見ながら入ろうとしますが、なぜか入れず一旦その場を離れます。一人で保管庫に入るロイド。その直後、後ろから東雲に殴られ倒れてしまいます。気絶したふりをするロイド。東雲が去った後に自分の任務をするのが無難だと判断したからなのでした。気絶したロイドの横で東雲のはちゃめちゃぶりは止まらず、答案用紙にサインを入れちゃおうとか言い出すと、ガバッと起き上がって、スパイが率先して痕跡残すなというツッコミを入れてしまったロイドさん。しまった、ツッコミを抑えきれなかった。ここは大爆笑しました。ロイドは焦って、誰にも口外しませんと演技をしながら、最悪の場合やるしかないというふうに思います。しかし、俺の活躍を口外しろやとずれたことを言っています。転がりながら東雲はいなくなります。ロイドはようやく一人で任務に取り掛かります。そして明かされるのは、東雲はデズモンド兄弟2人の成績をすべて赤点に改ざんしています。ということは、東雲の雇い主はデズモンドの敵勢力だと思い、ロイドは東雲が改ざんしたテストを元に戻してあげて、それからアーニャのテストも確認します。さて、テスト結果は、アーニャは下から数えた方が早いと周りから言われて、228人中213位でした。アーニャは赤点を1個も取らなかったことにとてもすがすがしい表情を見せています。父の任務、オール赤点スレスレでギリギリセーフ。でもアーニャは家で父の心の声を聞いていて、すでに結果を知っていたんですよね。喜んで帰宅すると、ずーんとロイドさんは暗くて、しかしアーニャなりに努力しているということをロイドさんは感じました。つまりこれはロイドさんの手が加えられていないということですよね。すごいですアーニャさん、全部合わせたら100点超えですねとヨルさんのセリフは東雲ではここだけでした。やはりヨルさんも東雲と肩を並べられるくらいずれた発言をしていますね。アーニャの笑顔は努力した後の本当の表情でした。本編は以上で次回予告へ移ります。デズモンドへの復讐は原作のミッション28の内容になると思いますが、母、風になるというタイトルの内容は分かりませんでした。日常会の延長なのか、それともアニメオリジナルのヨルさんの仕事のことなのか、いろいろ想像しちゃいますね。楽しみです。今回もユーリの内面を垣間見ることができたり、東雲のキャラと声優さんが生きていたり、爆笑シーンも多かったので盛りだくさんでしたね。いかがだったでしょうか。ここまで見てくださりありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。私は隣の隣で待ってます。チャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。大変恐縮なのですが、